さあ皆さん、今日は超ビッグな話題をお届けしますよ。ミセスグリーンアップル、日本国内でストリーミング100億回再生を初めて達成した J-POP アーティストですが、実は今海外でもとんでもないことになってるんです。ミセス海外でも人気なのって思った方、ちょっと待ってください。実は今海外のファンやメディア、音楽リアクターたちがこぞってミセスについて語っているんです。しかもその反応がめちゃくちゃ熱い。この動画では海外ファン、海外メディア、音楽専門家、そしてミセスグリーンアップル本人の生の声を徹底的に集めました。彼らの音楽のどこが海外で刺さっているのか、7つの章に分けて丸ごと解説していきます。見どころ3つ先にお伝えしましょう。1つ目、日本語歌詞の情景描写が言語の壁を越えて海外ファンの心を揺さぶっている理由。2つ目、転調8回という驚異の楽曲構成に海外のリアクターたちが思わず絶叫する瞬間をご紹介。3つ目、コーチュラやトロント公演への期待が高まる中、海外コミュニティがざわついている最新の動向をお届けします。この動画は家事や通勤の合間にラジオのように聞くこともできます。また本編に入る前にいいねとチャンネル登録をいただけるととても感謝感激です。応援よろしくお願いいたします。それでは早速第1章から見ていきましょう。第1章、日本語歌詞の情景が刺さる理由。さて皆さん、まず最初は日本語歌詞の情景が刺さる理由です。ミセスグリーンアップルの楽曲はもちろん日本語で歌われています。でも不思議なことに日本語が全くわからない海外ファンの心にも深く深く響いているんです。レディットの RJ-POP というコミュニティにこんな投稿がありました。今、アティチュードアルバムを聴いています。音楽は本当に好きだけど、歌詞の内容がさっぱりわかりません。歌詞をすごく重視しているので、ちゃんと意味がわかる翻訳歌詞が読める場所を知っている人はいませんか？この方、音楽は大好きなのに歌詞がわからなくて困っているんですね。でも逆に言えば歌詞がわからなくても音楽に惹かれているということ。これがまさにミセスグリーンアップルの持つ不思議な魅力なんです。さらに面白いのが哲学コミュニティ R ストイシズムでの投稿です。音楽を聴きながらメメント、森、死を思えについて考えていたら、この曲がいかにストイックな内容かに気づきました。メメントモリですよ。ストイシズム、ストア哲学の文脈でミセスグリーンアップルの楽曲を語る人がいるんです。別の投稿では、永遠がなくても毎日を悲しみに支配させるべきじゃないということですとも。つまり言葉がわからなくても楽曲から哲学的なメッセージを受け取っているわけです。そしてファンの一人はこう語っています。私は個人的にファンで、ミセスの魅力の大部分は特に日本では歌詞だと思いますが、言語の壁のせいで海外ではそこが伝わりにくいんです。僕のことやダーリンはその点ですぐに思い浮かぶ代表曲ですね。ここが重要なポイントです。海外ファンも歌詞が重要だということを理解しているんですが、言語の壁で伝わりにくいと感じている。でもそれでもなお惹かれてしまうんですよね。中国語圏のファンからはこんなコメントがありました。ミセスグリーンアップルのキューシラシラ、リズムは強い曲ですが歌詞がいつも私の心を動かします。韓国のアイドルグループアストロのメンバーサンハさんはインスタグラムでこう投稿しています。歌詞がとても悲しくて心に響いたのでこの曲を歌ってみたいと思いました。海外のソングライターのコミュニティではこんな意見も。自分が聴いてきた日本の音楽では歌詞が日本語の方がはるかに深くて独特だと感じています。ここまでは海外ファンの声ですが、実はバンドメンバー自身も歌詞の重要性をよく理解しています。ベースの高野清宗さんはインタビューでこう語っています。大森元樹の歌詞がすごく好きなんですよ。自分の人生観にも影響を与えそうな言葉があってすごく伝わってくるんです。どの曲も毎回どこか大切な部分を歌っていて、そういうところから影響を受けていますね。そして海外ファンの中には翻訳で歌詞を知って泣いてしまったという人もいます。初めて僕のことの歌詞をちゃんと知った時は泣いてしまいました。落ち込んでいた時、ケセラセラが背中をポンと叩いて大丈夫だよと言ってくれたんです。スペインのファンからはこんな感動的なコメントが。この曲を聴いた当初はあまり評価していませんでしたが、今ではお気に入りの一つです。
楽しい瞬間を思い出し、今の自分を大切にするというメッセージを理解しました。努力してくれた皆さんに感謝します。つまり最初は歌詞がわからなくても後から翻訳を知って深く共感するというパターンが多いんですね。大森元貴さん本人はビルボードジャパンのインタビューでこう語っています。僕にとって作曲は必要不可欠なこと、遊びではなく自分自身を誠実に表現することが重要。そして自身の楽曲が日常生活の一部となり、運動会で流れた、あの場所で流れたという報告を受けることが現実とは思えないほど嬉しいと述べています。この誠実な表現が言語の壁を越えて伝わっているんですね。さらに面白いのが大森さんのライラックについてのコメントです。大人が思う青春みたいなものを書きたいと思いました。ライラックって青というよりちょっと渋みの加わった青紫みたいな色の花で、青と夏がピカピカの青だとすればちょっと年齢が上がっているんだけど、それでもまだ僕らの中に残っている青い部分みたいなことを歌いたいと思った。こういう色彩感覚や比喩表現が日本語の歌詞の中に散りばめられているんです。海外ファンがこの情景描写に惹かれる理由は、実は音楽と映像的イメージが一体化しているからなんですね。歌詞がわからなくてもメロディーと歌声から青春や切なさ、希望といった普遍的な感情が伝わってくる。そして後から翻訳を読んで、ああやっぱりそういう内容だったんだと答え合わせをする楽しみがあるんですね。この章のまとめです。ミセスグリーンアップルの日本語歌詞は言語の壁を越えて海外ファンの心を揺さぶっている。それは大森元貴さんの誠実な表現と普遍的な感情を呼び起こす力があるからなんですね。さあ次の第2章ではメロディー設計&転調の快感について見ていきます。海外のリアクターたちが驚愕するあの転調8回の秘密に迫ります。お楽しみに。第2章メロディー設計&転調の快感。第2章はメロディーの設計と転調の快感についてです。ミセスグリーンアップルの楽曲を語る上で絶対に外せないのが転調ですよね。特に海外のリアクターたちがなんだこれはと驚愕するポイントなんです。まず J-POP 的なコード進行について見ていきましょう。音楽分析サイトレコロナイジングマイフェイスではこんな指摘がされています。ミセスグリーンアップルの楽曲は拍ごと音節ごとにコードが変わり、特定のコード進行を繰り返さないんです。これすごくないですか？普通のポップスってサビで同じコード進行を繰り返すことが多いんですが、ミセスの楽曲は毎回違うコードが出てくるんです。レディットの R ジャパニーズミュージックコミュニティではこんな意見がありました。 J-POP の曲は一見すると典型的な A メロ B メロサビという構成が多いのですが、その定型の中でも非常に多くのバリエーションがあります。つまり見た目は普通だけど中身は複雑ってことですね。日本のファンブログでは大森元貴さんの作曲についてこんな分析がありました。作詞作曲の大森元貴の楽曲は音があっちこっちに散らかっていて、そのおかげでミセスの曲は難曲ばかりになっています。それを難なくこなしつつリスナーを飽きさせないように歌う技術の手札の数がえげつないです。音があっちこっちに散らかっているってすごい表現ですよね。でもこれが飽きさせない秘訣なんです。さてここからが本題です。転調についてです。 YouTube のリアクション動画では Mrs. Green Apple 10 Goku Matoki Omori screams in B4 modulates 8 times and steps on flowers reaction video. OMG, this song is incredible and Matoki Omori has so much emotion in his voice. なんてこった、この曲は信じられないほど素晴らしい。そして大森元貴の声には本当に感情がこもっている8回転調ですよ。普通のポップスだと転調なんて1回あるかないかですよね。それを8回もやってしまうのがミセスグリーンアップルなんです。海外のリアクターたちはこう叫んでいます。 This song modulates 8 times near the end.この曲は終盤で8回も転調するんだね。この絵文字がもう全てを物語っていますよね。感動と驚きが混ざった状態なんです。別のリアクターはこう分析しています。 Mrs. Green Apple also changes the chord. Every beat and every syllable, never repeating progressions.ミセスは1拍ごと1音節ごとにコードが変わり進行を全く繰り返さないんですよ。これ音楽理論的にはかなりハイレベルなんです。普通のリスナーは気づかないかもしれませんが、音楽をやっている人なら待って
今何が起きたとなるわけです。レディットの R アニメコミュニティではこんな投稿がありました。Mrs. Green Apple's start is 100% fit for an anime op. Especially the lyrics are so interesting. ミセスグリーンアップルのスタートはアニメ OP に 100% ふさわしい。特に歌詞がとても面白い。ここで注目すべきはメロディーだけでなく歌、詞のユニークさも評価されているということ。つまり転調や複雑なコード進行が歌詞の世界観を支えているんですね。さてここで専門的な話をちょっとだけ。音楽理論分析サイトクローマティックドリーマーズでは青と夏について詳しく分析しています。Uses the descending progression ED sharp CBA and the borrowed CM chord frequently. ED シャープ CDA の下降進行と頻繁に借用される CM コードを使用しています。さらに CM isn't in the key of E, but it's used throughout, so it sounds natural. CM はキー E に含まれないのに一貫して使用されているので違和感なく聞こえます。これ音楽理論を知らないリスナーでもなんか新鮮だなと感じるポイントなんです。ライラックについても分析されています。In B flat major, intro introduces G flat, evoking Picardy third and Mario progression. B フラットメジャーなのにイントロで G フラットが登場しピカルディ終始やマリオ進行を連想させます。そして A and chorus in B flat, bridge in G minor third down, final chorus in B half step up. A メロとサビは B フラット、B メロは単3度下の G へ転調、ラストサビは半音への B へ転調します。これ普通の作曲家なら避ける複雑さですが、ミセスグリーンアップルはあえてそれをやるんです。海外の J ロックファンのリアクターはヘブンについてこうコメントしています。Classic key change. Classic Misesu Green Appuru key change.クラシックな転調、まさにミセスグリーンアップルの定番転調です。つまり転調がもはや彼らのお約束になっているんですね。音楽プロデューサーのリアクターはライブで高評価しています。The way they build up to the chorus. And when the modulation hits, it's like magic. サビへの盛り上げ方、そして転調が来る瞬間、まるで魔法のようです。魔法のようってすごい表現ですよね。転調が単なる技術ではなく感動を生む瞬間になっているんです。 YouTube には作曲家による分析ミセスグリーンアップル天国という動画もあります。日本語で投稿されたこの動画が海外の音楽理論ファンからも注目を集めています。こういった専門家の解説動画が海外にも拡散されてミセスグリーンアップルの音楽的深さを理解する入り口になっているんですね。大森元樹さん本人はビルボードジャパンのインタビューでこう語っています。まさにアンバランス感みたいなものは大事にした気がします。小さなベッドの中で目を閉じたら無限大にいろんなものが広がっていくみたいな。なのでサウンドもすごくミニマムなところから始めて最大限のところまで描けたらいいんだろうなと思っていました。このアンバランス感というのがまさに転調やコード進行の複雑さに現れています。次回予告。さあ次の第3章では合唱アレンジハーモニーの厚みについて見ていきますよ。ライブで観客が一体となって歌うあの感動的なシーンの秘密に迫ります。お楽しみに。いいねとチャンネル登録をいただけると次回の動画の通知が届きますので、ぜひぜひ最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。